う麺が落ちている中の人が本気で美味しい究極のラーメンの麺と出汁の作り方を完全解説していく動画です。なので今回はなしで解説していきます。さあ今日は本気で美味しいラーメンの作り方を解説します。どこかおかしくなった。いつも真面目に解説してもしょうがないって言ってたやん。凝りすぎずシンプルな工程と材料だけで一番美味しい麺と出汁、具材のラーメンが作れます。マジどうしたん？まずはラーメンの土台となるスープの出汁のために買い物をしましょう。まともなことを言う方がイカれてるっていうのは変な話やね。これはどこのスーパーにもあるソーキ、つまり豚のスペアリブです。ブーブー。軟骨ソーキではなく本ソーキの方を買いましょう。本ソーキは硬い骨のある部分です。本当にどうしたん？さっきからうるさいですね。人が真面目に解説しようとしているのに。いやいや、このチャンネルは真面目なこと言ったことなかったやん。もしかしてチャンネル初めて思ってた以上に再生数が伸びないから路線変更した。いやいやそんなことあるわけないじゃないですか。ただもともと麺作りを極めすぎて店出すレベルになったから店を出す代わりに動画作り始めたことを思い出しただけですよ。へえ、その割には奇抜な企画の麺ばかり作っていたじゃん。動画は前の時代ですからね。真面目に美味しい麺の作り方なんか解説しても誰も食いつかないかと今回は初心に戻ったってことですよ。まあそういうことにしといてあげるわ。このソーキは骨付きなので豚骨の出汁も取れるし肉の部分も超美味しいので一石二鳥なんです。これって沖縄そばのやつ？そうです。今回はラーメンと言ってますが沖縄そばとの境目は不明です。なんやそら。まずは軽く水洗いして水を切ったら醤油を入れます。消えてるやん。さっきソーキと一緒に新しいのを買ってきました。醤油や料理酒など調味料はいいのを使うと必ず美味しくなります。ほんまに味の違いがわかるのか？そして料理酒も入れて少しだけ砂糖も入れます。なんで製菓用の粉糖なの？別に製菓用でなくていいです。これはただ余っていただけ。水はひたひたに入れます。出汁を取るのと兼用ですがソーキ自体にしっかり味をつけるためです。ここから圧力をかけていきます。蓋をしたらまずは強火にして圧力がかかってきたら弱火にして35分煮込みます。最近のはシュッシュって言わないのに。あの重りがついた圧力鍋はもう過去の話です。重りはなくす人だからね。さあ取り出したるは白い粉。ねえセリフ。どこのご家庭にもある乾水を使ってラーメンの麺を作っていきます。どこで言ってるんだこれ。今日は 1kg 作りますので乾水は 1.5% の 15g 入れます。 1kg って何人前？普通10人前ですね。そんなに作ってどうするの？1週間以内になくなります。生地をこねる作業は 200g も 1kg も大して変わらないので一度に作った方が楽なんです。どんだけ麺食べるんだ。乾水を混ぜる時のポイントですがまず塊を砕いてしっかり粉にしておきましょう。水に溶けないの？溶けないどころか水に触れると余計に固まる性質があるのであらかじめ粉にしておくことが大事です。ぬるま湯を作って一気に溶かします。おう、溶けたね。強力粉はほんと普通にスーパーで売っているもので十分です。 1kg だと測らなくていいので便利ですね。よかったね。1/3ずつぐらい水を入れながらどんどんかき混ぜていきましょう。これは水回しといって均一に粉に水を行き渡らせるための大事な作業です。あんまこねないのね。加水率は 37.5% で手でこねるには固めなので初めからこねようとすると水を含んだ部分と乾いた粉の部分がまだらになってもろもろしていつまでたっても固まりにくい生地になってしまいます。なるほど。水と乾水を別々に生地に入れないで先に溶かしたのも乾水が均一に生地に行き渡ってくれるように考えてのことです。適当なようで意外とちゃんとしてるんだね。こう見えても麺作りは極めているのです。自然に生地がまとまってきたら少しずつ押してまとめていきます。折りたたんで頑張ってこねる必要はありません。乾水があるのでこねてコシを出す必要はないのです。そういうもんなのね。生
生地をパスタマシンに入れる前段階として薄く四角に伸ばしていきます。水分量が少ないので手で伸ばすのは大変なので、大きなビニール袋に入れて足で踏みます。ゴミ袋やね。畳んで伸ばしてというより綺麗な四角にするために縁を真ん中まで折りたたんで伸ばす感じです。もっと私を踏みつけてください。あんたいつもそれ言ってるね。今日はおふざけなしですね。いい厚さになったらそのまま生地を寝かせておきます。ちょうど早期の圧力が抜けましたね。いい匂い。アルミホイルで落とし蓋を作って味を行き渡らせます。そうそう、鰹節を忘れていました。粗い削り節をたっぷり入れましょう。それから香味としてネギも入れます。落とし蓋をしたら5分弱火でコトコト煮詰めます。その間に生地を切りましょう。今日食べる分以外は冷蔵庫に入れておきましょう。数日そのままにしておくとカビが生えたり腐敗して酸っぱい匂いになったりします。それは怖いね。別のビニール袋に入れて空気を抜いて冷蔵庫に入れれば1週間は持ちます。まだパスタマシンには入らないので綿棒で伸ばします。どんどん伸びるね。さてパスタマシンに通していきます。ローラーの厚みを1から2、次は3とどんどん薄くしていきます。私は極太麺が好きなのでこのパスタマシンの場合4までにします。綿棒で伸ばすこともできますが、毎日作るならパスタマシンをおすすめします。加水率低めの麺なのでものすごいコシのある麺になります。めちゃめちゃ長くなったね。いい厚みになったら麺を切ります。いつもながら気持ちいいね。麺は一旦寝かしておいてだしを完成させます。早期に味が染み渡ってかつおだしも取れている頃なので水を倍ぐらいに足して茹でます。沸騰したら落とし蓋をして弱火で5分。その間にトッピングのネギを切っておきます。今日は九条ネギを使いましたがこれはお好みで OK。 沸騰したお湯に塩をぶち込んでから麺を投入。塩はたっぷり入れるのがポイントです。この太さの場合は4分茹でます。吹きこぼれないように注意。だしに使った鰹節は取り除いておきます。4分麺を茹でたら手早く水にさらしてお湯をしっかりと切ります。お腹すいた。ソーキを盛り付けてだし汁を入れてネギをトッピングしたら出来上がりです。美味しこれが究極の麺とだしのラーメンなのです。そう。自信満々やね。さあお待ちかね。いただきます。実食タイムです。究極の麺の味はいかに。いい音出してますね。早期もハラハラやね。ホロホロすぎてソーキまですすってます。味が染み込んでいてうましです。甘辛が濃すぎない上品さかつかつおだしの力強さを兼ね備えています。食べたすぎる。骨が柔らかくなるぐらい圧力かけているので豚骨のだしも効いています。スープ全部飲み干せる感じやね。しっかりだしが出ているので濃い味付けは不要です。バッチリだったようです。面白企画もいいけど、ごちそうさま真面目にのいしい麺の動画もいいね。ご意見リクエストお待ちしています。ゲップではまた。またね。